Seaside Mountain Downtown Island イビザカフェ。皆さんこんばんは。 FM ムーブ DJ のヤコミカです。この番組は今話題の音楽情報を中心に FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいります。この後15分間よろしくお付き合いください。はい、始まりましたイビザカフェ。ここ数日少し寒さが和らいでいる神戸ですが、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて唐突ですが、少し厳しい見解として、私たち日本人はお金についての知識がなさすぎる。社会人になってからもなんとなく給料もらって、なんとなく額面と手取りの差が税金なんだろうなぁなんて思って、でもそれが普通だから手取りの金額ばかり気にして、貯金した方がいいと聞いたからちょっと積み立てなんかを始めたりして、結局お金がほとんど残っていない。そんなマネーリテラシーが低い日本人に対し、アメリカの高校生はしっかりお金の勉強をしているんです。社会に出たらどうやってキャリアを作っていくのか、独立や起業を考えるべきか、収入と支出をどう管理するかということを高校生のうちから学んでいます。日本人のように勤勉に働くだけでは格差が広がり、資本主義社会というゲームの敗者になってしまう。こんな社会で生き残っていくためには、正しい金融知識というものが必要になってきます。さて本日ご紹介したい本は、アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書。どんな人生を歩んでいくかを選択するためには、お金の知識は絶対に必要であり、その知識をどこかで仕入れる必要があります。それに対して日本の学校は、お金なんて教育にふさわしくないという古い考えに縛られていて、世界との差は広がる一方です。ぜひ少しでもお金の知識を身につけて、資本主義社会というゲームを攻略していきたいですね。この本では第1章、すべき転職とすべきではない転職、第2章、金融詐欺の基本、第3章、お金を育てる。では第1章、すべき転職とすべきではない転職をご紹介したいと思います。現在アメリカでは一つの仕事を続ける長さは平均4年半。キャリア初期の方が転職回数は多くなる傾向があります。日本でも同様に終身雇用制度が崩壊し、転職や副業のニーズが高まってきているのも皆さんもご存知のことでしょう。これからの未来ではもっと転職が多くなることが予想され、仕事や環境の大きな変化を何度も経験することになると思います。しかし残念ながら、この変化に対して万全の備えをしている人はほとんどいません。人間には現状維持バイアスがあるために、この変化に備えるということ自体がそもそも苦手で、今のままで居続けられると思ってしまう生き物なんです。人的資本という言葉を皆様はご存知でしょうか。仕事を続けているうちに、知識、経験、人脈、スキルなど仕事に必要なものが手に入りますよね。その結果、あなたの生産性が高まり、雇用主にとってより価値のある存在になる。こうやって築いたスキルや能力があなたの人的資本になります。職業をベースにキャリアを歩んでいる人は、人的資本さえあればキャリアアップの転職がしやすくなります。このことがこれから先、転職が当たり前になる社会では大切になるわけですね。自分に投資して生き残っていく努力が必要になります。会社におんぶに抱っこで定年を迎える時代はもう終わってしまったんです。給料以上の成果を上げられない人は容赦なく切り捨てられます。自分自身の価値を高め、その価値を適正に評価してくれる会社に移っていく。これから先はそうやっていかないと生きてはいけない時代がやってきます。残酷な成功法則から言うと、社会人になって早い時期に頻繁に転職する人は、キャリア最盛期に高賃金、高収入を得ている傾向がある。このように経済学者は紹介しています。たった1回の就活で自分の転職がピタッとわかるわけがないのです。様々な職業を経験し、当たり歩くことによって自分にとっての最適な職業が見つかるものなんです。また転職は自分の理想の職業を見つける以外にもメリットがあります。
スタンフォード大学の研究によりますと、仕事経験が15年以上で経験した役職が2つ以下のものが経営幹部になる確率はわずか 2%。 それに対して経験した役職が5つ以上だったものが経営幹部になる確率は 18% にも上ったそうです。様々な職を渡り歩く人ほど経営幹部指導者になりやすかったということなんです。このように転職はあなたの能力を高めてくれるものになります。ではどれぐらい転職を繰り返せば理想の職が見つかるのでしょうか。ここでは最適停止理論というものをご紹介いたしましょう。これは例えば婚活をするときに何十人もの相手から最適な結婚相手をどうやって見つけるのかという問題に答えてくれる法則で、職業探しにも使うことができます。自分にぴったりと合う人を見つけるために何人の人と付き合えばいいのか。例えば生涯デートできる人数を100人としてみましょう。それを平方根的に考えると10人。その10人の中で一番良かった人を意識に留めておきます。そしてその10人中で一番良かった人よりも良いと思える人に出会えた場合は、その人があなたの最適な結婚相手と言える法則になります。職業の場合で言うなら、仮に転職回数が4回であれば4の平方根の2社までは様子を見て、その2社のうち良かった方が基準となるそうです。そしてその基準よりもいい会社だったらあなたにとって理想の職場と思えばいいそうです。特に何度も転職を繰り返し自分にとって最もいい職業がわからなくなった人は、ぜひ最適停止理論の法則を試してみてください。ここで気をつけたいのが、就職と転職の失敗でおよそ7割が視野狭窄によって引き起こされているという事実です。視野狭窄とは物事の一面しか注目できなくなり、全く考えられなくなる状態で、調査の中で一番多かった失敗は下調べをしっかりしていなかったというものです。仕事は人生の大部分を占めることになる重要な項目ですので、ぜひ人生の悔いのないようにしっかり下調べはしてみてください。そして第2章、金融詐欺の基本。第1章であなたの生活の基盤となる仕事との向き合い方を説明してきました。次にあなたが仕事で貯めたお金を奪われないための方法、金融詐欺の知識について解説していきたいと思います。いつでも誰かがあなたのお金を奪おうと思っています。もちろん大抵は犯罪ではなく商売のことです。例えばお店で物を買うときは、その金額よりも商品やサービスの方が価値があると考えたからですね。これは売り手と買い手の双方がハッピーになれる理想的な取引です。しかし残念ながら中にはこのルールを守らない人たちがいます。例えば嘘をつき相手を陥れお金を盗む。これを意図的かつ組織的に行うのが詐欺です。詐欺の手口は巧妙で詐欺と気がつかない場合が多いですね。そしてテクノロジーを味方につけ、詐欺の手口はどんどんと常に洗練されていっています。よくある詐欺の手口を知ることで、いざという時に自分を守ることができる。これが大切です。よくある詐欺の手口としてピラミッドスキームというものがあります。絶対に儲かる投資があると言って会員を集め、会員の出資金をさらに古い会員に支払う。あたかも投資の利益が上がっているように見せかけていますが、これは見通しなんですよね。最初の少数の会員と新しい会員の構造がピラミッドのようになるためにピラミッドスキームと呼ばれています。これが詐欺だと気づくポイントは、リターンが異常に高いということです。例えば年利 30% とか、明らかにおかしいですよね。いずれにせよ絶対に儲かるという方法は嘘だと思ってください。そんな情報が私たちのところに届く可能性は限りなく少ないですよね。こういう詐欺は新しい技術が世に出回り出した時によく起こります。例えば最近で言うと仮想通貨がありますね。こういう新しい技術は仕組みをきちんと理解している人が少ないため騙されやすくなります。仮想通貨めっちゃ儲かるよというよく分かってない人を誘い込むんですよね。例えば皆さんはビットコインをざっくりでも解説することができるでしょうか。ビットコインそれ自体に犯罪性はもちろんありません。とはいえビットコインは匿名性が高いので、詐欺や武器、麻薬の違法取引に使われることが多いそうです。
そしてビットコインが使えるお店は日本はまだかなり少ないですね。しかしもちろん悪い面ばかりではなく、金融機関も最近はビットコインのテクノロジーに興味を持ってきています。皆様も聞いたことあると思いますが、ブロックチェーンというテクノロジーによってビットコインの取引をした全ての情報が全てチェーンのようにつながっているんですね。金融機関もこのブロックチェーンのテクノロジーを何か活用できないかと考えています。とはいえビットコインはまだ完全に通貨としては認められた存在ではありませんね。こうしたざっくりとした知識もないまま、ただ儲かるという情報だけにつられ、詐欺被害に遭ってしまう方も多いんです。故に詐欺被害を防止するためには、自分がよく分かっていないものには手を出さない、これをしっかり刻み込んで投資というものを考えてほしいと思っています。この本では次の第3章でお金を育てる方法をご紹介しています。今日は時間になってしまいましたので、また来週お伝えしたいと思います。こういうお金のお勉強というのは人生に関わることですので、日本はもっと積極的に教育に組み込んでほしいと思います。今日のミカミックスはディープハウスミックスでお送りいたしました。ではまた来週。 See you! FM ムーブ神戸とロサンゼルス DJS レディオ2曲ネットでお届けしてまいりましたイビザカフェ。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組に対するご意見やメッセージはファックスと E メールで24時間受け付けております。ファックス番号は 078-334-2761、 メールアドレスは神戸@fm-move.com、 ムーブの綴りは MOOV ですのでお間違いのないようにお願いいたします。あるいは FM ムーブ神戸のウェブサイトからリクエストフォームをご利用ください。では皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお耳にかかりましょう。イビザカフェ、お相手はヤコミカでした。Have a good night!